こんにちは、山です。今回はですね、DIY の動画なんですけど、前回ね、リアウォールを使って、L 字カウンターの上に棚を創設しました。でね、ちょっと前の動画でもちらっと言ってたと思うんですけど、そこにね、またちょっと追加の細工っていうのをしていきたいなと思いまして、今日はその動画を上げていきたいと思います。今回作るのはですね、ウォーターディスペンサーですね。キャンプとかでよく見る蛇口ひねると水ピャーって出てくるあれですね。これちょっと前々からちょっと構想があって、僕ちょっとねコーヒーをよく作るんですけど、コーヒーの水を補給するのに台所まで水を取りに行くのが、近いんですけど若干面倒くさくて、常にね水を供給できるタンクがあればなと思ったのが、今回やろうと思った理由です。じゃあね早速いきましょう。これがね前回作った、棚なんですけど、ここにねパンチボードを取り付けてます。でここのスペースを使って、ディスペンサーをこんな感じでポンと作っていこうかなと思ってます。はい、これが今回用意した材料です。まず、ディスペンサーになる、容器、タンク、これはね、ホームセンターで買ったこのパスタ入れる用の、キャニスターっていうのかな、容器ですね。こいつと、あとは100均の強力マグネット。これは、こいつを背中に貼っつけて、このメタルのプレートに固定していこうかなと。はい、で、これは、蛇口、コップですね。これは Amazon で適当なやつ探して買いました。こいつをここに取り付けていく感じです。で、これは、これの土台になる当て木ですね。これはね、前回この棚を作った時の、この端くれを、取っておいて、この長さにカットしてます。はい。材料こんだけですね。とりあえず。で、構想としては、このメタルのプレートを、この辺に、マウントして、で、磁石でさっきのボトルをこんな感じでつけると。で、蛇口からひねって、ぴゃーっとここから水が出てくるっていうような、感じで考えてます。今回準備した工具です。まず電動ドリル、これは今回結構使うんじゃないかなと。ボトルに穴を開けるのと、このディアボレのこのプレートのマウントですね、これで使うと思います。糸のこ、これはもうちょっと使い終わったんですけどね、角材をカットするのに使いました。で、グルーガン、これも100均のやつですね。こんなもんですかね。あとは一般的なドライバーとかこういう工具類です。はい、じゃあね、いきなり、最大の難関、コックの取り付けをやっていこうと思います。このドリルでね、この辺に穴を開けて取り付けるんですけど、ちょっと水漏れが心配ですね。ちょっとでもちょっと隙間があると水漏れてきちゃうと思うんで、ちょっと慎重にやっていきたいと思います。700円ぐらいしたんで、これ失敗したくないんで、ちょっとね練習がてらね、この100均の、ボトル、こいつをね練習台に使っていこうと思います。まず印をつけます。さて、練習なのに緊張する。じゃあこのさっきつけた印の内側を狙って、ちょっとね開けすぎ怖いんで、ちょっとねちっちゃめにいこうかな。こんな感じで大雑把に穴開けたんで、このニッパーでくり抜いていきます。めっちゃ大まかな穴ですね。こいつを、あとはヤスリでちょっと地道に広げていきます。ちょっとね、ヤスリで穴を広げていくのが、非常に面倒くさそうなんで、かなり強引ですけど、こいつの手を借りようと思います。ハンダゴテ、これ先っちょ熱くなるんでね、こいつでちょっとここもう溶かして強引に広げてやろうかなと思います。ちょっとこのやり方はね、ちょっと多分危険なやり方だと思うんで、あんまりおすすめはしません。もしね、真似される方はくれぐれも自己責任でお願いします。じゃあいきます。おお、
これはいいわ。めっちゃ楽。すっごい溶ける。はい、とりあえず穴が開きました。これゴムのパッキンがあるんである程度大丈夫だと思うんですけど、どうかな。はい、つきました。こんな感じです。微妙にパッキンに隙間がありそうなんですけど、どうですかね。ちょっと試しに水を流してみたいと思います。大丈夫そうです。水漏れしませんね。よし、いけそうだ。はい、じゃあ本番、こっちの方に穴を開けていきたいと思います。緊張するな。この辺かな。ハンダゴテ使うにしても、ハンダゴテ多分100均に売ってますけどね、これ使うにしても絶対にこれ専用に新品を買った方がいいと思いますね。ハンダってめちゃくちゃ体に悪いと思うんで、絶対に新品をもし使うなら使った方がいいと思います。これでずっとこのプラスチックを溶かしながら穴を開けていきます。めっちゃ簡単だなこれ。こんな感じで、さて、はい、なんとか形にはなりました。ちょっとね、このハンダで穴を開けると、この穴の周りがね盛り上がっちゃって、なかなかこのパッキンの隙間が埋まらなかったんで、このね100均の傷防止シール、こいつをねここにかまして、隙間をちょっとでも埋めてみました。まあこんな感じですね。はい、これで多分水漏れは大丈夫じゃないかなと思うんですけど、実験してみたいと思います。水を張ってみました。大丈夫かな。水漏れなさそうですね。さっきはねこの辺からポタポタっと水が垂れてしまってたんですけど、今回いけそうです。で蛇口をひねるとこんな感じでね水が出てきます。いい感じじゃないですかね。よし、ウォーターディスペンサー完成しましたんで、これさえできちゃえばあとはこっちのも、あとはすんなりいくと思います。じゃあね、このマグネットを、のディスペンサーに取り付けていきたいと思います。ちょっとハンダがランチョンマットを焦がしてしまいました。これ作業する際はくるぐれも気をつけてください。やり方はもう簡単。マグネットをこんな感じで等間隔でつけて、あとはこんな感じでタンクに取り付けていこうと思います。ここでグルーガンの登場です。に磁石の上にゆるーっとあっちいあっつ垂れた。熱い。やばいやばい。よいしょ。熱い熱い。さあ早くしないと冷めちゃう。よし、これであとは持ってるだけと。よいしょよいしょ。これで冷めるまで待ちます。はい、マグネットがくっつきました。こんな感じですね。こんな感じでプレートに固定できると。じゃあ最後、このプレートの取り付けに移っていきましょう。はい、当て木はねこんな感じであらかた位置を決めて仮止めしました。こいつをね、この柱に固定していきたいと思います。この電動ドリルを使っていきます。はい、こんな感じで、このねここの柱にね、この当て木を固定できましたんで、はい、あとはねこのメタルのプレートをこの当て木に固定していきたいと思います。はい、完了しました。こんな感じでねプレートをこのボードにマウントしました。
で、あとはね、こいつをね、パチンとこんな感じでねつけるだけです。ちょっと今マグネットがちょっと磁力弱くてずり落ちてくるんで、ここに、ね、とりあえず滑り止めの、シートをとりあえず仮でつけてます。ちなみにね、このちょっと高めにしたのには訳がありまして、こういった感じで、水出しコーヒー、をね、このポタポタって落として、この水出しコーヒーをするためにこの、ドリッパーの高さを計算してこの高さにしました。はい、実はねちょっとこれがやりたかったんですよね。ちょっとこれと、この水出しコーヒーのドリッパーと、ウォーターディスペンサーの一石二鳥ということで、今回作ってみました。ちょっとこの辺がねちょっとチープですけどね、なかなかいい仕上がりじゃないかなと思います。はい、ということで、DIY ウォーターディスペンサーの自作をやってみました。いかがだったでしょうか。皆さんの DIY のね、ヒントになれば、嬉しいです。今回ねちょっと探り探りだったんですけど、うまくいってよかったです。またこれからもね、DIY のネタを探して、また面白い動画を上げていけたらいいなと思ってるんで、また皆さん、よろしくお願いします。もちろんねこの動画気に入っていただきましたら、いいね押してもらえると嬉しいです。チャンネル登録も、すごい励みになりますんで、またぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。